違和感で感じてしまうところでもあるんですけれども、もう少しねステアが軽やかになってきてるんですよね。ほぼもう1500回転いかない、都会で乗るのもやっぱねおすすめですね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはこちら、メルセデス・ベンツの GLE450D フォーマティックスポーツです。2023年の9月に発売されたモデルとなりますので、改めての試乗となりますが、大好きな直録ディーゼル搭載車ということでですね、走りの方非常に期待しております。皆さんぜひ今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。はい、それではですね GLE の 450D フォーマチックスポーツ試乗していきたいと思います。2023年の9月にモデルチェンジしたということで、ここでマイチェンになりますけれども、新しい E クラスが出ているのでモデル末期になってくるかなと思います。いろいろと内外装と使い勝手見ていると、やっぱりメルセデス・ベンツの新型の進化ってすごいなっていうか E クラスってすごいなって思うんですけれども、私も国際試乗会行かせていただいて以降ですね、この E クラスベースの車には本当にたくさん乗らせていただいているので、実質この車は仙台比較みたいな感じにはなるんですけれども、その分熟成が極まっていて、非常に重厚感があるというところは好感度ポイントかなとも思います。今回 450D ということですので、乗らせていただいているのは3リッターの直録ディーゼルです。私の大好きでたまらない OM656 型の、ディーゼルエンジンなんですけれども、もう本当にこのエンジンがどの車に搭載されてもものすごい良くて、本当にねトルクもありますし、また静かでフラットで駆け上がるようなね、ワクワクするような加速が楽しめるというのがこの最大の魅力なんですけれども、今私ね箱根を走らせていただいていて、箱根の山の方にね御殿場から向かっているといったような状況なんですけれども、結構な勾配なんですけれどもね、滑らかにスーッと進んでいく、このパワフルさ、トルキーさっていうのはさすがだなと思います。これこそ私が OM656 を大好きな理由のうちの一つです。そしてこの3リッターの直録のディーゼルにですね、この世代に関しましては ISG がついています。これ 48V のマイルドハイブリッドなんですけれども、スターターとジェネレーターの機能が一つになったね機構がついていて、で、これによってですね、例えば低回転時に電力を足してみたりとか、それからアイドリング時とかの電力のサポートをしたりとか、そういうことをするようになっていて、今ねメルセデス・ベンツ電動モデルが非常に豊富に揃っていますので、ISG ほぼねもうアイスモデルと言っても過言ではないぐらいのサポートではありますけれども、その低速のトルクとかのね足しとかは非常にこの ISG でも活発に行ってくれますので、乗ってて一番このね全く何も電動のサポートがない頃に比べると低速もしくは高速のちょっとしたたるさがやっぱりディーゼルにはあるじゃないですか。でそういう時もトルキーに押し出してくれるよっていうところはメリットとしてあると思います。というわけで、ISG 搭載型のディーゼル、直録ディーゼルという形になります。実際ですね、この車の前に実はですねEQS のマイバッハに乗っていたので、坂道のね加速感とかね、もうトルク感とかいうのはやっぱりねフル EV になってきて、しかもマイバッハになってくるとやっぱりねこのディーゼルの雑味というか、そういうのを、最初にちょっとっていう違和感で感じてしまうところでもあるんですけれども、本当にそういう時代になっちゃいましたよね。でディーゼルのエンジンがちょっとねばらついて感じてしまうっていうね感じではあるんですけれども、でもやっぱりですね、この直録になってくると3リッターもありますので、豊かなトルクっていうのもありますし、回転がすごく低く抑えられているので、ノイジーというほどではなくてね、違った乗り物なんだなっていうことをすごく強く感じました。そのベンチマークはちょっとおかしいので置いといて、車としてさどうなんよって言ったら、もうメルセデスってこうだよねっていうのをすごく深く味わえる車になっているかなと思います。さっきも言った通りすごい熟成が極まっているモデルではありますので、もうメルセデスのね古き良き感じっていうのがものすごくしっかりと味わえていく、しかもマイルドハイブリッドでっていうところが、メリットなのかなと思います。
もちろんですね、燃費も非常にいいですから、この車で、タンクも大きいですけれども、今、走行可能で、800キロを超えている、満タンだったら本当うまく走ったら1000キロいっちゃうんじゃないのっていうぐらいのですね、燃費コンシャスな走りもできるといったようなモデルなんですけれども、もちろんこのような坂道で走っていても押し出し感、トルクともにもうバッチリ満足のいくものだと思います。367PS の750ニュートンメーターというですね、しっかりした、これまたしっかりした初見です。ね、やっぱりさすがディーゼルって感じしますけども、750もあったらそれは坂道もスイスイですよ。しかも静かですよ。だって今結構坂道走ってましたけど、全然まだまだむしろ2センチみたいな感じですもんね。でしかもやっぱり GLE ね、アンビエントライトもすごく綺麗です。今トンネル入ってきたので見ていただいてわかるかと思うんですけれども、包み込まれるようにアンビエントライトも入っていて、ここのライトも MBUX でライトの色の変更をすることができますので、お好きなムードでね楽しむこともできるっていうような新世代メルセデスの内装になっています。そうなのでちょっと話がねアンビエントライトで途中で途切れましたけれども、この750ニュートンメーターっていうトルクに対して、非常に大きなパワーがある直力エンジンなので、本当に踏んでいてもですね、さほどの踏みしろを必要とせず、しっかりと加速感を味わうことができるんですよね。なので、自動的に静か、ね、静粛性も高いというところは大きなポジティブだと思います。でそれに対してそのアクセルの動力は結構ねしっかりと踏んでいくような感じなので、走らせ感みたいなのは絶妙にありながらも、パワーとトルクの出方っていうのをですねペダルフィールでも楽しめるといったようなものですね。ハンドルが結構やっぱりねこのディーゼルになってくるとすごく重厚というところは本当大きな魅力かなとも思います。重厚なんだけど軽やかっていう絶妙な味付けになってるんですけれども、切り始めの手応えとかいうのが、クイックすぎずに曲がっていった時にすっごいナチュラルに切っていけるっていうね。だけど若干の持ち重りがあって、ここも運転っていうのを楽しませてくれるっていうところがメルセデスのステアフィールの私の大好きなところです。でまたちょっとねガングリップ形状になっていて、ステアリングホイール自体も結構太めなので、この手応えっていうのをなおのことね楽しみながらハンドル切っていけるっていうようなところもあるんですよね。この形状と手応えの感覚のセンスっていうのにズレがないので、ワインディングとかに行って切っていく時の気持ちよさっていうところにつながりますね。だからすごくアジャイルっていうわけではないんですけれども、ゆったりしすぎてもおらずハンドルを切っていけるんだけれども、しっかりと重心がある、ね、ニュートラルもあるっていうところですね。やっぱメルセデス・ベンツっていろんなところにファンがいると思うんですけれども、私はこの重厚なハンドル乗るたんびにこれがベンツだなって思います。思うところです。そう最近ねこの最新世代になってくるとメルセデス・ベンツがどんどん電動化していて、今プラグインハイブリッドも当たり前っていうような時代にフェーズにね入ってきました。でこうなってくるとメルセデス・ベンツらしい味はちゃんとあるのに、また一つ世代が進んでいて、もう少しねステアが軽やかになってきてるんですよね。でここの時代の変化、時代に合わせての変化っていうところも面白いところなので、でも本当にすごいなと思うんですよ。この、ね、味付け作ってる人は本当にメルセデスっていう会社が好きでこの会社で働いてるんだろうなと思うんですけども、どの世代もちゃんとベンツっていうね、これはね昔E クラスの国際試乗会に行かせていただいた時に古い車に乗せていただいてる動画があるので、それ下に貼っときますけれども、もうその世代なんてだって重捨ての細ステアリングなのに、その世代からもうハンドルがベンツなんですよ。これってすごいことだと思いませんか？電動でもないね。こういう味の継承っていうところが日本の伝統芸能とかそうだと一子相伝のね料亭とかもそうだと思うんですけど、味の継承っていうのがもうブレなく行われているっていうところこそ魅力かなとも思うんですよね。さあそしてですね、そのサスペンションのフィールなんですけれども、ここもやっぱりね直力とディーゼルで ISG とはいえですね、ディーゼルエンジンの中では重量級ではありますけれども、今の車重ね電動車モデルのベブのバッテリー式詰めた系の車に比べるとやはりですね
鼻先とかの軽やかさっていうのをもう不思議なことにね感じてしまうようになりました。なので、ここもでも逆にそのフロントの入りは感じるけど、こう全体的にノーズヘビーな感じにも思えるので、さっきのステアリングの話を突き詰めていくと、重厚感はあるんですけれども、さらにその高い速度域になってくると少しこうノーズヘビーな感じがするので、コーナーの中盤とかはこうなんていうんですかね、こうグッと切り込んでいかなければいけないようなシーンも出てきます。リニアなんですけれども、だから他のね、自動車メーカーの車と比べるとそこすごくお行儀がいいところなんですけれども、メルセデス・ベンツ内でこうベンチマークをすると、こうやはりね、今の車の前後重量配分が、くしくも揃ってきているので、このエンジンとかになってくるとちょっとノーズが重いので外に出ていくみたいな感じのところは、本当にね、車ってねどんどん良くなっていくんですね。この車に初めて乗った時の感動ってすごい覚えてて、素晴らしい、なんていいディーゼルエンジンだろう、なんていいハンドリングだろうと思ったんですけど、やっぱりねそこがこうまたさらにいいレベルに行くと、さらにその先の性能をね求めていくようになっちゃうんですね。すごく面白いなと思いました。自分の感覚も成熟していくんだなっていうふうに思うんですけども、そういった少しコーナーの中盤ぐらいかなで感じるちょっとしただるさみたいなのもあります。でもそれはもしかしたらその GL っていうつくモデルだからかもしれなくて、やっぱりねサスペンションストロークをそれなりに持たせている SUV というパッケージっていうのもありますので、ちょっとねなんとなくこう緩やかにしているのかもしれないです。ここは車の性格と相まってあまりにもね結構カチカチしてる車だとそれ SUV ちゃうやんっていうような感じにもなるので、のべつ幕なし踏みたくるみたいな感じの車ではないためにですね、この辺はしっかりとね固めすぎていない部分もあるのかなと。でただそのプラットフォームはやっぱりメルセデスなのでものすごい剛性が高いんですよね。だからこのエンジンの搭載位置と、いやーどうだろうな、後輪のアシストのラグみたいなのがもうEQS とかに乗った後だと分かるようになっちゃうんですね本当にねいい車に乗せていただくとどんどん目が鍛えられるっていうところもあるかもしれないです。あともう一つね、この車で言うと、この車っていう意味で GLE っていう意味でのベンチマークが、私一番最初に乗ったのが63っていうすごい贅沢なAMG のね63っていうすごい贅沢な乗り方をさせていただいてしまっているので、そこでちょっとこうね締まった方の足を先に乗ってしまっているからこそ、この逃げっていうのがちょっと気になるのかなとも思います。ただ多分多くの人が、うちのチャンネル見てる人はね63好きな人多いかもしれないんですけれども、多くの一般ユーザーはこれぐらいのサスペンションフィールをおそらく GLE に求めるんでしょうから、450D っていう性格を考えると、性格に合わせたセッティングはもう完成してるってことですよね。だからちゃんと成立しているっていうことになると思います。本当に静かだなこのディーゼルエンジン、特に本当にこの下り坂とかに入ってくるとほぼもう1500回転いかない、1000回転ぐらい、1000ちょいぐらいでねもう走れちゃうので、それは静かだよなと思うんですよね。むしろエアコンの音の方がね、私今マイクつけてお話ししているので集音は私の声にしてるかもしれないんですけど、自分の耳ではですね、そのほぼもうエアコンの音の方がそのパワートレインの音よりもよく聞こえてくるような、そんな感じのイメージではあります。いやーどうします、この M656 なくなっちゃったら。いや本当にね、私はこの450のディーゼルが欲しかったな。やっぱり今乗っときたいですよね。でもこれね、下りワインディングに入ってくるとロール値の少なさは、そうか、上りワインディングの時は踏んでるっていうこともあるのか。下りワインディングの時のこのノーズの素直さっていうのは結構ね感動ものかも。スピードを殺しながらね、こうブレーキを踏みながらノーズをコーナーの先に入れて走ることができるっていうコントロールさえできれば、この陽コントロールとうまく合わさって非常にフラットな走行が楽しめるということですね。だから上り坂だとこう G かけながら登ってたりとか、ボトムスピードを下げすぎないために踏んでたりするので、どんどんコーナーの外に出ていっちゃうので、コーナーの頂点、クリップから後が少しなんていうんですかね、膨らみ形状にある
感じになっちゃうんですけれども、ね、下り坂だとね、ブレーキを踏みながらコーナーを目指していけるので、ノーズがその先に入っていきやすいために、余計にこの合成の高さ、ロール値の低さっていうのを感じることができるっていうことですよね。って自分で言い聞かせてますいや本当でもね、シティスピードで走ってるとなんか上品ですよね。見た目は結構ね、いかつい顔で、エアロとかもねしっかりとしてるんですけれども、この一般道に来た時のお行儀の良さ、上品さっていうのはこのディーゼル 450D ならではの味かなっていうふうにも思いますよね。だから日常に寄り添う車として、ちょっと大きいですけれども、やっぱりねこの6気筒の直6のディーゼルの持ってる品性みたいなのはね、本当に滑らかなんですよこれ本当に踏んでみてほしい。もう全ディーゼル好きに踏んでみてほしい。メルセデスの直6のディーゼルのこの滑らかな吹き上がりを楽しんでほしい。すごい繊細にふわって吹いていくのでね、ここがシティスピードでこそ気持ちいいところでもあり、低回転域こそ気持ちいいところでもありね、本当雑味がないので、ここはもう全ディーゼル好きに味わってもらいたいですね。でやっぱり良かったです。私も久しぶりに乗りましたけど、山道でこうガーって乗るよりは、そう普段の通勤とかをものすごく上品にこなしてくれるっていう意味で、都会で乗るのもやっぱねおすすめですね。そうそう、でもねオフロードもやっぱりすごくて、これあれなんですよ、トランスボンネット、なんたらボンネットを透過させて下を見させてくれるっていうね、レンジローバーとかにも搭載されてるやつですけれども、オフロード走行の時にこう見えないところのボンネットを透過してね、人工的にカメラで見せてくれるっていう機能もついているので、そう意外とねオフロード性能とかも非常にいいのはいいんですけれども、それはエマージェンシーにとっといて、普段はこう大人な感じで都会で乗るっていうのがやっぱり GLE のこのディーゼルのね美味しい楽しみ方なのかなという感じもしました。それぐらい質感がすごいいい。だんだん乗ってるとだんだん好きになってくるっていう不思議な車なんですよね、この子ね。いやしとやかだわ。自分で施工でこの効果、シラさん50。はい、というわけで今日はこちらメルセデス・ベンツの GLE450D フォーマティックスポーツ一般道市場をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。結構ね山の中の市場となりまして、またねメルセデスの誇る直進安定性とか、あとですね安全運転支援ですね、こちらの方は試せなかったんですけれども、これは言わずもがなですね。本当にその辺はですねこのレビューになくても安心していただいていいところだと思いますので、皆さんぜひ試乗してみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。